特に私が今その敷地でやっている富山県南砺市というところは、森林面積がものすごく、敷地のある村地に関しては 97% ぐらいなんですけど、実際それをどのようにして生かして、生計立てていくのかというところが、今機能していないので、都市部に人が流出したりだとか若者が行ったりしているわけなんですけども、そこに関して具体的に建築を一つ建てるということを通してそれが職業になり、実際そこに住むことができ、その先に、その地方で地域で生きることの何らかの、希望となるようなアプローチを、少なくとも自分はいくつか考えてやっているので、その様をできる限り見せていきたいなと思っているので、単体を通して社会全体の今後の行く末というか、こういうふうな仕組みになったらいいなという、全体像を展示できたらいいなというふうに思っています。私がやってる活動としては、主にビジョンとしては建築の民主化みたいなことを掲げているんですけど、デジタルファブリケーションの機械が安価に手に入るようになった時代において、私の方は、木工加工機を、日本全国に導入しておりまして、デジタルなローテクがどのようにして、社会を変えていく可能性があるのかっていうところの、最大値を見せるということが、作家としての私の立ち位置かなと思っていますので、つまりは水平展開で、民主的なアプローチもしつつも、垂直統合型で新しい建築の作り方を提供していくということを、5年10年続けていきたいなと思っております。モンテカラッソっていうスイスのイタリア語圏にある小さな町ですね。で、もともとここは修道院だった場所なんですけど、それが時を経て、改装というか占有されちゃって、今なんというかスラムみたいになっちゃってたところを、そのスノッツィが、そうですね、回廊とかその中庭みたいなその修道院の質を改修しつつ、それを小学校にリノベーションして、でかつそこに町の大人が集まれるパブを併設するっていうような小学校でありつつ、町のみんなが集まれるパブリックスペースっていうのをすごくシンプルな造形とジェスチャーでも力強いデザインで実現していて、すごくいいなと思いました。かなりありふれた材料というか、ありふれた、建築言語だったりを用いてきたんですけども、でもその組み合わせ方だったりとか、そのありふれた材料を違うふうに使ったりとかすると、そこを体験した後に、街の外に出る。そうすると、ありふれた材料が、街の中にもあって、でもその見方がちょっと変わってるみたいなことを常に心がけてあった。なので、展示でも何かしらそういうことが起こせるようにならないかなというふうに思ってます。お寺が町の中で担う、町の中でのその役割だったり活動だったりっていうのを可視化して、町の人たちがそこに集まって交流が育まれるような、その地域の拠点としての現代的な宗教施設の在り方っていうのを目指しました。最終的にこの場所っていう力、この場所の建築空間としての力、ここに行きたいっていう、空間的な魅力っていうのがまず大前提として僕たちは作っていて、そこに対してさらに、しつらいやちっちゃい細かいことだったりっていうのでいろんな、ことを起こせるような仕掛けをたくさん施していきたいなというふうに僕たちは考えていて、それを見て取っていただけるのだなと思っています。
僕たちは、オーバーレイマルチプルバリューズっていう、建築観を持って活動しておりまして、簡単に言うと価値を重ねること、価値が重なることっていうのは豊かなことだという意味合いなんですけど、そういった、建築観を持って、活動していることもあって、僕たちが今まで手がけてきた、建築っていうのが単一の用途だけじゃなくて、結構複合的な使われ方だったり意味が、重層化しているものが結構多いんですが、そういったものを今後5年10年で、実践を通して、方法論だったり理論だったりの抽出して、文章化していって、人に広く知ってもらって、評価してもらって、共感してくれる人を集めていって、その先に今後僕たちが手掛ける建築のスケールがどんどんアップしていくと思うんで、そのさらなる実践をそういった建築観を軸により発展させていって、もっともっと都市を豊かにしていけたらなと思っています。僕は今、何年間か活動していく中で、なんとなく4つの大きい、活動をくくれる、キーワードというかキーとなる概念っていうのが出てきたかなと思ってて、でそれは道具と、家と芝居と学校、その4つだなとも最近考えるようになってて、でそれがその4つの概念をくくるといいますか、その4つのくくりの中の中心にあるのが工作だと思うんですね。だと思ってるんです。でその工作をめぐるその4つのくくりっていうのをどのように組み合わせてで関係づける中でプロジェクトをやっていったかっていうふうに、自分がここ最近やってきたことを整理したり組み直したり関係を組み直したりっていうことをやっていて、でその関係の組み直し方が今後どういうふうに次なる展開は何だっていう形の、ことをこの展示では表明したいなと思っています。歴史感覚っていうのをどう引き受けるか、今の時代で言ったら特にその時代が取りこぼしてしまうというような、歴史であったり過去のものっていうのをどうやってすくい取って、そこの場所に残すかっていうのが一番建築がするべきだなとっていう要素かなと思っています。建築というより建築家がこれからどういうふうにしていくかっていうふうなことを考えていて、で僕たちアウトサイダーとしてコペンハーゲンでやっているわけで、それは絶対拭えない、日本でやらない限りは。でそのアウトサイダーっていう人たちで出来上がってくる文化みたいなもの、アウトサイダーとインサイダーが一緒になって、でそれが当たり前になってくる。でそうなってきた時にさまざまなヨーロッパとかだと特に今ブレグジットなんてすごいホットな話題ですけど、ああいうふうな多様性が問題化してくるもの、でも多様性が楽しくなってくるもので、そういうふうなものをいろんな難しい問題に対してこれから社会はこういうふうにしたら楽しくなるんじゃないかっていう、それを建築家としてはやっていきたいと思ってます。展示を通して今現在のデンマークの水辺空間の公共性だったり、私たちが現地でやるっていうこと、それに何を意義があるのかっていうことを伝えたかったり、
でもちろんその来場者の方に来ていただくことによってあまり多分馴染みではない北欧っていう生活や建築っていうもの、そして何よりも今もう一つサスティナビリティってことをすごい一本の軸ではしていて、それに関してなるべく知ってもらうことっていうのがこれからの日本のサスティナブルデザインに関することに対して何か貢献できることになるんじゃないかなと思っています。私が今注目しているのはすごく公共性の高い場所で、要は例えば駅前広場だったり公園だったりとか、誰がいつどういう目的でそこに訪れるかもわからない場所に基本的に建築は建たないんですよね。用途がないので。ただ人の滞在方法とか行動を変えるっていう意味で今までになかった行動変異をもたらす可能性があると思っていて、アイレベルよりも高くなるものとか自分の体にいろんな方向からアトラクトしてくるものっていうものに対してなんかすごい新しい建築としての可能性を感じてます。各々が持ってるポテンシャルを最大限引き出して、人が自ら演劇をそこでしてしまうような演劇性を見出すような建築空間を作りたいので、そういう意味で身体ってすごく大事で、それが延長して結論、ハイラインのように都市にまで影響を及ぼすものを作りたいので、そういう小さいスケールから建築ももちろんですし、そういう都市スケールの、ものすごい公共性の高い場所にもなんか新しい価値観を提案して、そういう建築家像として身体から都市にまで延長する一本の線でつながる、どのジャンルにもとらわれない創作活動をしてたいなってすごく思います。個々の差異、その違い、感覚の違いとか、その建築を見た時の捉え方の違いとか、そこにどうコミットしていくかっていうものの違いをいかに引き出して、一回そのプライベートをパブリックに引き出して、また別のプライベートに接続していくかっていうような現象とか環境を起こすような装置を今回展覧会でインストールしたくて、でそれが将来的に公共空間とかそういう場所に必ず必要とされる時代が来ると信じていて、でそれを展示空間っていうスケールの中で表現することを意図して今設計を考えています。今ちょうど先週か着工したばかりなんですね。で、基本的にモデル性が高い状態から施工すると、最後それが実際にできた時にどういい空間ができるのかっていうのは多分問われるので、その過程をできるだけディテールしかり、現場が組み上がっていく時に戦っていくと思うんですけど、その過程を含めて展示して、その周辺環境を空間化するっていう目的があるので、それがただ言葉だけじゃなくて、実体験として感動できるものになると8月末にできるんで、ちょうど出来上がった状態も展示できるかなと。ちょうど九州に戻ったので、東を見ずに西に行って、でそのまま最近台湾のプロジェクトとか、むしろ日本よりもヨーロッパの方が、見ていただくことが増えたので、東京とか、関西は今日も近いなと思ったんですけど、もう何ですかね、昔は東を見て、アジア圏も例えば東京の方、日本の方を見てやってましたけど、むしろ日本の西の方から西側をアジアとか、そのまま大陸つながって、西の方に視線を向けて活動していくと、福岡も日本の端というよりかは、アジア圏では中心
に感じれるので、そういう活動に近づけていけるといいかなと。どんな時代になったらいいなって思いますか？建築にベタに関わる話じゃなくてもいいんですけど、社会の在り方とか。今までの消費するというある意味生活社会全体の動きに対して逆にその生産するということを規定に添えた時にどういうことがあり得るのかみたいなことも含めてもう一回立てることとかをもう一度議論し直そうみたいなことをやっているわけなんですけども、ネットで例えば Amazon とかで調べたら Amazon チャイナとか買ったとしたらそっちの方が全く同じ商品でも全然値段が違うわけですよ。我々がやっていることなんかはその流れにあがらうようにそもそも流通させないっていうことをやろうとしていて、あがらう理由はどうやったら、大きな話ですけど紛争や争いみたいなのがなくなるかっていうことを大学生の時考えてたんですけど、そこでシューマッハっていう人が経済学者が言ってたのは地域でできる限りその自治ができて自分たちの材料で自分たちに必要なものが作れるような状況ができるのであれば他者を征服して何かを差益で貿易して、そういうふうに足りないものをお金でこう取り返し合うっていうことが、なくなるんじゃないかっていう世界観に、割と僕はですけど、共感を得ているので、具体的に建築で形を与えなきゃいけないっていうのが宿命としてあるじゃないですか。なのでその目的とかがないわけじゃないでも目的ってすごく脆弱だからそこのバランスすごい難しいんですけど、いかに目的化しないけれども形を与えていくかということを私は研究をしていて、でそれは何を意味するかっていうと、要はその住宅とかはまた別なんですよね。もう見えてるので使う人が。でも使う人が見えない場所って要はインターネット上のソーシャルネットワークの今の世界とか、先ほど私もお伝えしたんですけど、4大 IT 企業の GAFA とかがやってる、動きと全く似ていると思っていて、そういう動きが実空間にそろそろ現れてくるんじゃないかなと思ってるんですね。そのプロジェクトをやった時にそれは何のために、社会とか人とか何のためにその一生を考えたりその生産を考えてるのかなっていうのはちょっと疑問で、物が出来上がってそこに生活する人であったり、それを作る人が労働ではなくどう活動として、それに向き合うか、でそういう動機づけをどうやって作るかっていうのは衣装を含んだデザインだと思うんですよ。その人の組織生産組織のデザインも含めた、で物の形も含めたっていうところが結構建築の僕が考える建築の目的というか、そのあくまで多分アーキテクトとかその建築家みたいな人たちが作品で問うべきなのは、その最初に出すそのこういうのがあったらいいんじゃねっていうところの最初のモチベートするところだと思っていて、とはいえ僕が関心あるのはそれをどうやってフォローできるのかっていう、オープンソースみたいな話をしてましたけど、実際にオープンソースデザインの文脈でいうと図面だけ上げても実際作れないとかもあるんですよ。でその作り方どうするのかとか、どうやったら一般の人もその、フォローできるのかとか、真似して違うものにレプレゼントしてできるのかっていうのも一つデザインだと思っていて、そこまで問わない限りイズムみたいな話で作品は作品で終わるし、思想は思想で終わると思っていて、建築家の役割としてはビジョンを示すこと、これによることによってこんなにも楽しい社会になる、でそれに対してやっぱネガティブなパワーが強くなっちゃってるからポジティブが出てこない。でそれに対して建築家はそういうのを、クリエイターがそれを変えたいんだったら圧倒的なポジティブなイメージを作り出せること、多分作品がもっと日常に密接に関わっていかなきゃいけないっていうのが、例えば市民ができるデザインばっかりやってると、それがいい都市になるのかいい建築になるのかって言われると、それはちょっと私個人的にはすごい疑問に思う点はあって、やっぱりでもそれをみんな理解してもらうためのやっぱつなぎじゃないですけど、そういう生産とかそういうところをちゃんとオープンにしていくと、そこを少しずつでもこういう風に作るからこんないいものができるんだとか、そういうことがやっぱり知られていくっていうプロセス自体がやっぱりもっと私たちが多分教えるって言ったらちょっとおこがましいんですけど、オープンにしていかないとダメな点なのかなって思うので、やっぱり皆さん共通して改変できるっていうか、社会っていうのは改変化の改変って改変できるっていうことをちゃんと、思ってるってことだと思うんですよ。我々の都市もそうだし社会制度もそうだし、全てこれ人間が作ったものなので、
人間が作ったものは人間が改変できるわけです。平成に始まった U35 も今年令和初めての、展覧会というふうになります。本当に新しい気分にさせる、新しい言語にふさわしい作品が集まったんじゃないかなというふうに思います。平成の時代、いろんなものが生み出されました。インターネットが、一般化する、あるいはまちづくりのいろんな手法が開発される、海外との関係っていうのも随分変わりました。しかし建築っていうのは一体どこまで平成の時代で変わったでしょうか。我々の社会をもっと良くしていくことができる建築は、それなぜかというと我々の社会を我々が作ったものです。ですからそういったものを革新をしていく、そんな力が建築にはあります。今年の7人の出展者の方は手法は違いますけれども、そういった新たな言語にふさわしい建築で今までの社会をよりよく革新できる、そういった実際の気概と、それから手法に満ちたこの会場だったんじゃないかなというふうに思います。来年以降にも期待が持てる今年の展覧会でした。